今回は水彩色鉛筆のいろいろな使い方7種類使い方をご紹介したいと思います。水彩絵の具と色鉛筆の中間にあるのが水彩色鉛筆なんですけれども、ただ水彩色鉛筆にも水彩絵の具に近くてよく色が溶けるものと、色鉛筆の方に近くって水で溶かした後もタッチが残るものと、メーカーとかシリーズによっていろいろな種類があります。で、芯の硬さもいろいろなんですけれども、私がいつも使っているユニの水彩色鉛筆ウォーターカラーっていうシリーズだと、真ん中から若干水彩寄りぐらいですかね。結構よく溶けます。こちらがユニですね。で、色鉛筆に近い方のちょっと溶かした後もタッチが残るタイプだとスタビロのオリジナルっていうシリーズがあります。で、これだと、こっちの色鉛筆寄りですね。こっちの方のタイプです。ちょっと描いた感じも芯が固めの感じになってます。ちょっとお水をつけて溶かしてみたいと思います。ユニだとこんな感じに溶けます。で、スタビロだとこんな感じですね。ユニの方は、軽く水をつけるぐらいだとちょっとタッチは残るんですが、クシュクシュクシュっと筆を動かすとタッチが消えて絵の具のような質感になります。で、スタビロのオリジナルの方は結構上からこすってもそのまま色鉛筆のタッチを残せる感じになっています。では早速水彩色鉛筆の使い方の、1つ目、一番私がよく使っている方法なんですけれども、はじめに色鉛筆で塗って、で、筆に水をつけて溶かすという方法ですね。で、せっかくなのでユニとスタビロのオリジナルと両方でちょっと色を溶かしてみたいと思います。では両方お水で溶かしてみたいと思います。まずはちょっとユニの方から。続いてスタビロですね。で、こんな感じに溶けました。ユニの方だと絵の具がじわっと溶けてにじみが出てくる感じですね。で、スタビロのオリジナルだと下のタッチが透けていてタッチが残って、その周りにじわっと色が薄く溶け出す感じです。で、自分が描きたい絵の感じに合わせて、使い分けたり、あとは場所によって合わせて使ったりとかしても面白いと思います。で、続いてちょっと混ぜ方なんですけれども、色を混ぜる時に紙の上で色を重ねてからお水をつけて溶かすと、こんな感じになります。で、先に1色目を溶かしてしまって、黄色が乾いた後に他の色を重ねることもできます。で、このまま色鉛筆のまま残しておくこともできますし、あとは溶かすとこんな感じになります。
スタビロの場合だとこんな感じでタッチが残りますので、ハッチングといってこういう感じにこう線をたくさん重ねて色を混ぜていく感じの方が綺麗に仕上がると思います。私が持っているこのスタビロのオリジナルの缶だと表紙に絵が描いてありまして、これ今パッケージが変わってもう絵は入ってないみたいなんですけど、前のやつだとこんな感じの時計の絵が描いてあるんですけど、こんな感じでこう線をたくさん重ねて色を混ぜていく、重ねていくっていう感じにするとすごく綺麗な仕上がりになると思います。でユニの方だとこういうパッケージになってまして、これは今も変わってないみたいですね。私が買った時と同じ絵になってます。缶の上に書いてある絵とかを参考にすると、ちょっとこう溶け具合とかどんな感じの絵に向いているかとかがわかると思います。で続いて2つ目がスプレーで溶かす方法です。何でもいいんですけど、スプレーボトルに水を入れてスプレーでプシュプシュっと上から水をかけて溶かす方法です。で周りに水が飛ぶのでちょっと周囲をタオルとか紙とかティッシュでガードして、で上の方からスプレーで水をかけます。で近くからかけると1箇所にたくさん水がつく感じになって、上の方からちょっと2、30センチ離したところからかけると全体に水がじわーっと薄くかかる感じですね。でそこをさらにこう筆でぼかすこともできます。結構勢いよくやると水が飛び散るので要注意です。で溜まってしまったら少し筆で拭ったりして吸い取っても OK です。でこの方法は、結構広い面をまんべんなく溶かしたいなっていう時に使うと便利だと思います。あとはこうじわっと滲んだ感じに溶けるので、空の雲とか、あとはちょっとタッチを変えて溶かすことで木の葉っぱとかも表現することができます。3つ目の方法は紙が濡れているところに書くという方法です。紙の上に水をつけて濡らした上に書くとこんな感じで濃く書けます。下に色を塗って溶かした後にさらに上から重ねるとこんな感じにじわーっと上から溶けてちょっと濃い色がにじむ感じですね。続いて4つ目、水彩色鉛筆を水に直接つけて描く方法です。お水に水彩色鉛筆の先を直接つけて、で先を少し溶かしてから描きます。そうすると結構濃い感じの線を引くことができます。水がついた後のこの先は必ずティッシュとかで拭き取っておきましょう。そうしないとこの先がどんどん溶けてグズグズになってしまいますので、使い終わったらすぐにティッシュで水分を取って乾かしておきます。でこの方法は、木の枝を描いた時にちょっと使っています。で続いて5番目、筆に取って塗る方法です。これは固形の水彩絵の具を使うのと同じ要領ですね。で濡らした筆でこの芯から絵の具を筆に取ってで塗っていきます。絵の具と同じような使い方ができますね。
続いて6つ目は筆で飛ばすという方法です。水彩色鉛筆のこの芯のところに水をつけて、で筆でこう弾くとこんな感じに色を飛ばすことができます。オーロラの空を描いた時に白い水彩色鉛筆を飛ばして、星を描いています。で最後7つ目が色を抜くという方法です。で水彩色鉛筆で塗った後に水をつけて色を抜くという方法です。水をつけて溶かした後もある程度は水に溶けてくれるので、水をつけてこすってティッシュで押さえるとこんな感じに色を抜くことができます。水を垂らしてちょっと置いておくと色が溶け出して抜けやすくなります。あとは水だけじゃなくって消しゴムで消して色を抜くこともできます。ゴシゴシ消すと色鉛筆のところも色が消えますし、水をつけたところもこんな感じで若干色を薄くすることができます。でこの色を抜くっていうのはハロウィンのかぼちゃを描いた時に、かぼちゃの筋の部分ですね、光っているところとか、あとは背景の丸い光の部分ですね。背景の光の部分は筆じゃなくって綿棒に水をつけて溶かしています。いかがだったでしょうか。水彩色鉛筆のいろいろな使い方と筆で溶かす方法と、あとはスプレー、濡れたところに描く、直接水につけて描く、筆に取って塗る、筆で飛ばす、色を抜く方法など、7種類をご紹介してみました。他にもいろいろと自分で試してやってみると面白いんじゃないかなと思います。この動画が参考になったよという方はぜひ高評価ボタンとチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。